今回は、警察すみませんもしかして無職ですか？ワインせやけど、というスレを紹介します。一致は何度も経験あるみたいだぜ。普通に生きてたらあまりないんじゃ。そうだな。一致は絶対不審者だわ。勝手に決めつけてて草。早速ですが見ていきましょう。警察職質させてもらっていいですか？ワイン、よ。警察どうしてこんな時間に学生の多い通りを？ワイン、散歩やな。警察趣味ですか？ワイン、日課やな日課。警察カバンの中見てもいいですか？ワイン、よ。警察特に何も入ってないですね。ワイン、そうやろ。警察5回かけてすみません。ワイン、お疲れ様、頑張れよ。やっぱ人に優しくするとこっちまで気持ちええよな。初手無職か聞かれるわけないだろ。無職が出歩くわけねえだろ。5回かけて。働いてないくせに偉そうで草。お兄さん今何されてはります？上から目線やぞ大阪のおっさん警官は。拒否する。身分証提示しなくてええんか？保険証見せたぜ。ダイエット中すみません。してねえよ。カバン本当に何も入ってない。財布とモバイルバッテリーとケーブルだけや。財布の中まで見られるのはマジで殴りそうになるよな。職質自体はマジでされたのかよ。職質一度も受けたことないわ。清潔感あるってことか。おめぐりちょっといい？カバン見せて。わいなんで？おめぐり今確認してるから見せて。わい身分証見せてもらえますか？おめぐり制服着てるでしょ見せて。わい公務員が身分証見せないっておかしくないですか？おめぐりはいこれねカバンの中見せて。わい。おめぐりやましくなければ見せられるでしょ。わい携帯電話で110番は警察いいですか？今道で不審者に絡まれてるんですけど位置情報調べて大至急来てください。おめぐりちょっと何やってるのど？わい同様もの来るから待っとけや。変に抵抗すると逆に面倒やで。すいすい保険証出して淡々と答えてお疲れ様するのが一番や。この後警察来て令状ないから所轄と上司の名前教えてくれって言ったら尻尾巻いて帰っていったで。ちなみに駆けつけた警官通して職質したおめぐりから名刺受け取って後日所轄の所長宛てに抗議文送ったら表記違いがあったようで申し訳ございませんでしたって詫びに来たで。なんでそこまでして抵抗するんや？警察も仕事なんやししゃあないやろ。令状なしの所持物検査なんか正規の公務じゃねえよ。必死に抵抗するそうってガチで話し相手おらんような人間が多いらしい。強くて草。人の所持品漁るのは公務じゃねえわゴミ。スカッとジャパンやね。強いな。職質拒否ガチ勢で草。もうここまで来たらなんで応じないのとかじゃなくて意地やな。警察の高圧的な態度は嫌いやからこれでいいわ。職質やないけど今度公安委員会と監査室に密告せなあかんのやけど所長にも出した方がええんかな。ニートの妄想で草。ポリに対して非協力的なのは反射に多いで。話し相手しかおらんがほんま世間知らずやな。それな。みんながそうすれば世の中も少しはマシになる。時間に余裕あって綺麗な奴はこれしたらええで。草。勘がええな君。公務の執行職質にあたっては警察手帳見せて身分を証明する決まりになっておる。国家公安委員会規則手帳規則第5条。覚えておいて損はないで。警察が怪しい奴に強く出られないってのも犯罪が増える影響がありそうだがな。警察の権利や態度があまりにも弱いのも考えものだ。かっこいい。キモい。最後のセリフがかっこいいわ。いきなり無職ですか？わいまだに職質経験ないわ。警察だと思っていたもの実は私も無職です。警察が敵だと思ってる奴らやばいだろ。警察は味方にした方がいいぞ。捕まってみると意外あいつら優しいわ。身元引受人いないからって自宅まで送ってくれたしな。わいも前科あるから何かあっても身元確認すぐ終わるし助かるわ。警察すいませんなんじゃ痛みさんですか？なんじゃ移民、違うで。警察そうですかすいません。なんじゃ移民えんやで。パンパンパキュン。不快をかける。お手帳持ちは最強。別スレ明治の話。2というか高等遊民とか。自分の金で別荘生活して海水浴だの。ハイカラな裕福な生活しようが勝手やっただけや。江戸時代の商家は有能な番頭なんかに継がせて、若旦那は金を渡されて一生遊び人やってましたわ。警察どういうエリアねん。楽しそうでいいな。職質一度もされたことない。直接警察にお世話なるような顔してるからや。サインもらわれてそう。相手も警察のコスプレした無職。調べられるのは自転車の防犯登録だけ。わい一度もないから寂しいわ警察さんとお話したいのに。捕まったらおまわりさんとも検察官ともお話できるやで。送検されてて草。何度か職質されたけど高圧的な警察一人もおらんかったぞ。なんでまた職質されたんや。単純に怪しいんやろな。無職のおっさんがフラフラしてるんやから、ワイが警察でも声かけるわ。ブッブー。それ違法な。客観的に10人中10人が怪しいと思うムーブじゃないといかん。十分よね。じゃあワイめちゃくちゃ怪しいってことやんけ。警察は警察を10人呼んでくればいいってことだな。一悶着起こると警察ってわらわら湧いてくるけどな。草昔ならそれ合理性あったけどな今はこれ。
内閣人事局で警察官僚数百人の出世と左遷握ってるから通用線はその論理は。チャリに乗って帰宅してるとこだったのに人通り多いとこで呼び止められるのはなんか恥ずかしいし腹立つ。無灯火とか違反してなければ自転車は止まる義務はないらしいで。夜チャリ乗っとると職質される率上がる。防犯登録確認して盗品やないことを確認される。深夜4時くらいに友達とラーメン食いに行って帰る途中に職質された。高圧的やないけど無礼やなとは思った。警察近寄ってきたらもう逃げるとかできないん。逃げたら追いかけてくるで。これもうストーカーだろ。前科持ちの手帳持ちやけど警察は割と優しいで。わい、深夜に散歩徘徊するもパトカーさんいつもする。高圧的な警察とかで会ったことないわ。何もしなきゃ優しいやろ。あいつらがミスしてそれを指摘すると表変するで。相手も人間やで。下手に出てくるのもいたら高圧的なのもおるで。世間知らずのニートにはわからんやろね。わい昔反社のお偉いさんらと深夜のスーパーの駐車場でダンス踊ってたんやが、その都度ポリ呼ばれたがお偉いさんも軽くポリあしらってて草だったわ。職質とか一度も受けたことないわ。どんな怪しい格好して歩いとるんやお前ら。警察じゃあ最後にスマホのカメラロールを確認させてもらえれば OK ですんで。一致？アウロリスマホに入れんやろ。わいは典型的なチーユシ顔で無職やけど一度も職質されたことないわ。ほんまにあるんか？怪しくないからや客観的に。公務員は事実だって証明できれば名誉毀損は適用されんからな。アホな警官おったら録音か録画して実名出して晒すとで高校もガチで嫌がるし。かっこええな。勤労の義務違反で逮捕や。大体爽やか敬語で優しい系とタメ口でスバ自身に気のペアだよな。あれ上げて落とす役割分担があるらしいで。警官は絶対にすみませんとかは言わん。部下がすいませんとかは言うぞ。本人の謝罪は絶対しない。いやお仕事帰りにすみませんねって職質されたことあるぞ。無職だったのにその時。職質してくる警官って妙に竹高よな。威圧するのが仕事なんやろうけど。まあやましいことなければ十分で終わるから素直に免許見せては気合いあいとしとき。世間知らずのニート君どもがポリは優しいとか言ってて草。職業で優しいとか優しくないとかあるかボケ。ほんま部屋から出たことないやろお前ら。通報されずにいきなり職質とか実際あるん？やたらめったら通報すると侮告罪になる。懲役10年コース。ボロい鍵外したままチャリで繁華街走ってたら職質確率かなり上がるで。わざわざ無職に構ってあげる警察の優しさやな。機動捜査隊に職質された時はガチでビビった。私服のがたいおじさんが車の窓コンコンしてきて何事かと思ったわ。コンビニとかにたむろしてて職質とかはあるけど普通に歩いてて職質とかお前らどんな見た目しとんねん。沼で座って弁当食ってただけなのに職質は腹立ったわ。だからそこらのコンビニでガンガン音楽かけてダンスでも踊れよ。すぐすっ飛んでくるわポリ。警察は、すみませんもしかして無職ですか？ワインせやけど、というスレを紹介しました。ご視聴ありがとうございました。